皆様こんにちは。設楽ハンドメイドのサラです。今回はミサンガ、こちらの V 字編んでいきたいと思います。これが編めるとね、かなりレパートリーが広がるので、基本の V 字ということでね、とても簡単なのでぜひ編んでみてください。私は今回ダイソーさんのレースヤーンですね、こちらを使っています。で、3色なんですけれども、1色につき2本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 で全部で6本の糸を使って、で140センチを折りたたんで使っているんですけれども、140センチの糸が5本と1本だけはこの頭ですね、ここになる糸だけはプラス20センチちょっとぐらいですね。糸取ってます。なのでそれをこう折りたたんで全部で12本みたいな感じでね編んでいきます。で140センチで取ったんですけれども、これ調節できるタイプで編んでます。こんな感じでね1本にして、でこの編み方だとねちょっと小ぶりな感じ、お子さんとかだったらねこのサイズでいいと思います。ちょっと大人だときついかなっていう感じなので、その辺もね参考にされてください。この調節できるね編み方は別動画で概要欄の方に貼っておきますのでね、こちらもよかったら見てみてください。でミサンガの編み方なんですけれども、いつものこれですね。4の編み方と逆4の編み方、この2種類ですね。4は糸を4みたいにこう上から置いて下から出す。逆4は糸を置いて上から逆4のような感じで下から出す。この2種類なのでね、とってもシンプルです。ぜひ編んでいきましょう。それでは編んでいきます。まずこの頭が出来上がったところから編んでいきます。こちらのね輪っかの作り方は別の動画でありますので、もしよかったらねそちらも参考にされてみてください。それでは編んでいきます。まずこの右側から編んでいきますね。で、今こう輪っかを編んでいるこの1本だけ右によけてください。でこの輪っかを作った色と同じ色、この糸でこの右のこの束を残りの4本を、まず逆4、こんな感じでね逆4を作って1回で4を作って1回で編めたら右へ同じく、今度はこの黄色の糸にします。黄色の糸でこの残り3本を逆4、これを1回と4、これを1回で編めたら右へ。で今黄色だったのでもう一回黄色ですね。逆4を残りの2本取って1回編んで、で4、1回編みます。そしたら右へ。そしてこの残りのね白い糸2本、これも逆4を1回と4を1回、続いて左側編んでいきます。左も同じくねこの輪っかの1本だけは左に置いておいてください。で今のとね右編んだのと全くミラーで同じとなります。なのでこの輪っかと同じ色の糸を1本取って残りの4本まとめて、今度は4、1回、そして逆4を1回で
編めたら左へ。で次は、黄色なので黄色、残りの3本を4を1回、逆4を1回、編めたら左へ。でもう一回黄色ですね。黄色、残りの2本を4を1回、逆4を1回、で左に置いて、残り2本、白2本ですね。これを4を1回、逆4を1回で左に開きます。そうすると真ん中に白い糸2本残りますね。この2本を4を2回編んであげます。4を1回で、ちょっとここ離れているのでね、離れないようにキュッとね押さえながらもう1回4を編んでいきます。これでね輪っかがつながりました。ここからもう上からこういう風に編んでいきます。まずじゃあ右から編んでいきますね。右はもうずっとね逆4を2回ずつ編んでいきます。隣へ逆4を1、2、その隣にも逆4を1、2、隣にも逆4を1、2、隣にも逆4を1、2、隣の糸にも逆4を1、2、そうするとね青い糸がこう編まれて真ん中に来ました。で一旦右はお休みして、今度左ですね。左は全くミラーで同じになります。左なので、ずっと4を2回ずつ編んでいきます。隣の糸にまず左の糸、こんな感じで4を2回、2、そしたらその隣にも4を1、2、そしたらその隣にも4を1、2、隣にも4を1、2、隣にも4を1、2で、真ん中に来たこのブルーの糸同士を4を2回、1、2、もうこの繰り返しですね。また右から編んでいきましょう。右の一番右の糸、ずっと逆4を2回ずつ編んで、この右の糸を左へ持っていきます。
隣の糸に逆4を1、2、その隣にも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 1、2、ずっと逆4ですね。で、右の糸を休ませて、左の一番左のブルーの糸、この左なので4を2回ずつ、4を1、2、その隣にも1、2、その隣にも1、2、その隣にも4を1、2、その隣にも4を1、2、そして中心に揃った2本で4を2回、1、2、もうこの順番の繰り返しです。次はこの黄色の糸、一番左の糸をどんどん編んできて、真ん中に持ってきて、真ん中に来た2つは4を2回編んでいく。こんな感じでしばらく編み続けてみてください。はい、こんな感じで編んできました。今ですね、この輪っかの一番頭から数えるとだいたい11センチ12センチぐらいのところまで編んできました。私はここでねもう閉じていこうかなと思うんですけれども、皆さんはね好きな感じで好きな長さのところまで編んでみてください。で、この閉じるとこなんですけれども、まずでは左側から編んでいきたいと思います。左、一番左から2番目ですね。この糸で逆4を1回編んであげて、4を1回編んであげます。そしたらその2本をまとめて、この隣の糸ですね、これでまた同じく逆4を1回編んであげて、で4を1回編んであげる。そしたらその編んだのをまとめて3本まとめて、その隣の糸、これで逆4を1回編んで4を1回編む。でその糸もまとめて、その隣の糸で逆4、1回、4を1回でまとめて、最後このね真ん中の糸で逆4を1回、4を1回で、右側も同じくね、一番右から1本隣、この糸で4を1回、逆4を1回で、この2本まとめて4を1回、逆4を1回で、この3本まとめて4を1回、逆4を1回で、この今4本ですね、4本まとめて
隣の糸で4を1回、逆4を1回で、最後真ん中に来ている糸で4を1回、逆4を1回で、真ん中に来ている糸同士で4を2回編みます。1、2、これで完成です。で、この下は半分に分けて三つ編みとかでもいいですし、1本にしてね調節できるタイプにしてもいいと思います。はい、お好みでこの下ですね、編んでみてください。はい、こんな感じで完成しました。私は三つ編みで最後編んでいったんですけれども、今こんな感じで頭からずっときて全体的で27センチくらいになりましたね。はい、ちょっとこのね柄の部分短めにして、ここ下長く取りました。皆様ぜひお好みでいろいろ編んでみてくださいね。この長さをちょっと参考にしていただいて、もうちょっと長い方がいいなと思ったらね、糸長く取ってあげて作ってみてください。この今回のね V 字と、あと前に出した動画で斜めの編み方、この2種類編めるとだいぶもうほぼほぼミサンが編めると言っても過言ではないので、はい、私もねまた動画出していきたいと思ってます。よかったらねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとグッドボタン、そしてコメントなんていただけるととっても嬉しいです。ということで今回もここまでお付き合いありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。